僕たちはカンヌ初めて招待していただきましたが、カンヌ映画祭というのは非常にそう簡単に呼んでいただける映画祭じゃないので、まさかと思っていたので、もう本当に驚いています。日本には日本の仏教の中に曹洞宗という宗派があるんですけれども、非常に大きな信者の数が日本で2番目に大きい宗教団体である曹洞宗という、でその曹洞宗の中に、全日本曹洞宗青年会という若いお坊さんたちの団体があるんですけど、その団体から依頼を受けて、作ることになりました。それで僕は一番最初にこの映画を作るにあたって彼らに、いくつか質問をしたんですけれども、まず皆さんが今各自自分のお寺で市井の人々とつまり接しながら日常の活動をしていながら、曹洞宗の中の構想、どなたかあなたたちが今抱えている問題をぶつけてみたい構想の方はいますかと聞いたら、青山春東老師という映画の中に出てくる二僧さんですね、あの方の名前をみんな青年会のみんなが一様に口にした。でその尼さん二僧さんである構想の青山さんにまず、若い僧侶の思いをぶつけるというインタビューを、しに行こうと、まずそれが一番最初でした。その曹洞宗というのはつまり禅宗ということなんですけど、禅宗には禅問答というのがありまして、つまり弟子が師匠に対してその自分の思いをぶつける、そして師匠がそれに応えるという、そういう一つの、悟りへの、道を開くためのそういう修行の一環がありまして、そういう形を映画の中に入れようと思って、その老師と若い僧侶が向かい合って話すというシーンをその習慣に倣って入れまして、それを映画の軸中心にしようというところでした。なのでそこの部分は映画の中ではドキュメンタリーということになる部分なんですけれども、そのドキュメンタリーの禅問答が中心にあって、その両脇にその若い僧侶たちの日常をフィクションとして描くという構成にしました。もちろんです。もちろん大きな影響がありました。そもそも、彼らに、この映画を作るにあたってした質問が、もう一つありまして、今なぜ、皆さんはその僧侶としての活動をそんなに一生懸命、やっているのですかという質問をしたら、彼らから返ってきたのが、つまり、3115の日本福島の原発の事故以降、やはり何かが変わったと。でそれはどういう変化だったのかと聞いたら、つまり自分たち僧侶としての存在が人々から求められているような気がするようになったというのは、やはりかつての、バブル経済の頃の経済大国と言われた頃の日本だったら、おそらく人々はそんな信仰などというものに見向きもしなかったであろう時代を超えて、今はやはりそういう大きく福島後いろんな日本の中で変化が起きているんじゃないかと、そういう思いがありました。やはりそれもやはり原発の事故というのが大きかったと思います。それは原発と言いましても、もともと自然界の中にあるそれはパワーであって、でやはりそういうものが人間に及ぼす影響ということも非常に重大な事故によって我々は知覚することになって、でやはりその自然と人間というものの関係をもう一度見直さなければいけないと思ったことが大きかったです。で人間はやはりそういった自然の強大な力みたいなものもコントロールできるというその傲慢さをやはり文明の力によって持つよう、その傲慢さを持ってしまった。でもやはり人間はそんなものをコントロールできるものではなくて、やはりその
巨大なる自然の中の循環の、一部であるということを、一部に過ぎないということをやはりもう一度考え直さなければいけないんじゃないかというふうに思います。あれも欲しい、これも欲しい、もっと欲しい、もっともっともっと、あれも欲しい、これも欲しい、もっと欲しい、もっともっともっと。王様が瓦礫的だ、神も仏もねえんだぞな。俺も欲しいけど割り手まずは自分を愛せる一人の人として